ちは、シンガーソングライターのすいです。1日2日、みつかです。みつかとお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。昨日すっごい大会見せてもらった。すごいレースを見せてもらった。来てくれてありがとうございます。いや、これね、ちょっと口で説明するのも難しいんで、ちょっといろいろします。レースを見皆さんちょっとね、展開を塚君的にこの時どう思ってたのみたいな解説しながら、ハラドキドキしました。いや、僕めちゃくちゃ悔しかったですよ、このレース。行ってみましょう。まずはね、見てみましょう。はい。はい、スタートしました。これ内側の黄色の人はペースメーカーで54秒ぐらいで入るって言ってたので、まあそれに合わせてこうやってみんなについていくみたいなことだけ決めて、あんまり打ち合わせせずにもうぶつけバーンっていう感じでスタートしました。これさ、コース的にさ、どこが一番楽とかそういうのあるの？いや、それはあんまりないんですけど、内側の人は囲まれやすい。多分囲まれちゃうと外に出れないので、そういうのがあるの。外側の方がまあ結構入りやすいのかなと思います。そのペースが今どれぐらい？今200m26秒通過で、ちょっと速いなと思いながらも、まあもう前いるんでつくしかないなっていう気持ちでここついてましたね。コース今3番目に戦略これ。いやもうここはもう入った位置がここだったので、ここでどこからスパートかけようかなっていうのを考えながらホームついていってましたね。でももうこれ外側右側ホームなんですけども、観客の声援がすごくて盛り上がってるなっていうのを感じながら、ちょっと僕も盛り上がってましたね。盛り上がるよね、もうあの会場でね。この2人の背中って見えてるわけじゃん。もう外からはこれ何どう見てんの？余裕そうだなとかなんかそういうのあるの？いやもうでもそこまで余裕そうかどうか感じ取れなくて、でここで今見つ抜いた。はい、もうここで行けと思ってスピードガンガン上げたんですけど、妹さんこう右チラチラ見ながらペースもまた上げられて抜かせないようにされて、もうここで結構そのスパート効かせれなくて気持ちが完全に折れちゃったような感じですね。でもその中でもまあ動かさなきゃなと思って頑張ってもがいてる様子です。そうなんだ。横田さん抜けないけど丹上君抜けるとかそういう感覚とはまたちょっと違うんだ。そうですね。もうそこで抜ききれなかったのがもう敗因で、やっぱキノコは1個しか使えないので、そのキノコ使った勢いで抜かなきゃいけなかったんです。キノコ使ったのにこうブロックうまくされてペースが上がりきれなかったっていうので、ちょっともうあそこで動かなくなっちゃったっていうので3着で、でもタイムが1分53秒72で、4月に、引退前に走ったのが53秒だったら、あんまそんな変わんないくらいで走れてて、タイム的にはまあこんなもんかと思いつつ、まあ現役って何やってんだって思いつつ、あとさ、この終わった後の気持ちは今これどうなの？僕はもう死ぬぐらい悔しいです。この爽やかな笑顔の裏でやったわと思って、まあ楽しかったです、走ってる時は。でもそれ以上にやっぱり悔しさが強くて、この前の2人とのやっぱ差を感じましたね。その直後やっぱすごかった。いやすごかったですね。もうゆとりが違ってて、走ってる時のゆとりもなんかもうすごい、やっぱその前のちょっと YouTube とかも見てたんですけど、もうすごいなんか仕上がってるなって見てたんで。横田さんは現役からいやもう圧めっちゃ感じましたよ。バックストレートこう抜きに行ったじゃないですか。あの時にもう圧というか、もうペース合わされて抜かせれないようにしてるのは今までのレースの日本選手権とか出てきたんですけど、それ以上のなんかこう圧を感じました。さすがですね。さすがオリンピアンなんだなっていうのを肌で実感した瞬間で、そこでもうバキンとおられましたね。さらにさ、ちょっとスローでもさ、ちょっと見ていろいろ話聞いて、これ2周目からね、すごい。ここでちょっとずつ外に入れてちょっと焦ったんですよね。なんかここでしっかり前見せなきゃいけないっていう立場にもあったので、僕のために何十人も応援来てくれてるので、でここでちょっと一回前に出たいなと思って、でバックストレート上げようと思ったんですけど、ちょっと焦ってもう外に出ちゃって盛り上がりすぎちゃって、歓声とかもすごくて、でちょっと焦ってたのがちょっと正直あったのと、でここでもう一回ここで先頭に出ようと思ったんですよ。僕結構持ち味ってこのバックで出るのが、でここからタムジョー君抜かして、横田さんも抜きたいなと思ってたんですけど、ここですね。この時に横田さん今右ちらって見たんですよ。で僕が来ているの分かってこう合わせたんですよ。ペースを僕が上げてるのに合わせて2回見ましたね。でもう1回また僕を絶対抜かせないようにもうここね合わせるんですよ。僕がペース上げるとそれに合わせていくっていう、絶対抜かせないぞっていう。でそこでも僕こうやって今フォームガッチガチになっちゃって、うわ抜けなかったって思ったところで外にも出ているので、ここからカーブに入るので、このままもう前は同じペースでいっているとどんどん離されてっていう感じですね。
でもここで外行ってスパートかけたりに行かなきゃなくて、私から見てもさ、いつもの三塚君より、あれ三塚君ってこんなブレってめっちゃブレました。やっぱね普段から一人で走ってるので、うんやっぱ誰かと走るとか硬くなりがちなんですよね。そこがうまくできてなかったっていうのと、そうなんですよ。基本なんか前に人がいる状態で走らない。僕もう正直僕の弱点、こんなとこで話したらあれかもしれないですけど、僕人が前にいると走れないんですよ。そうなんだ。なんで僕ここっていうタイミングでスパートかけたら絶対逃げ切らないといけなくて、なんであそこのバックで僕絶対一番前まで出たレースっていうのは結構勝てるんですよ。でもあそこで前に出れないレースは全部してるんですよ。で横田さんにいいようにやられたので、もう自分の走りが全くできなくてっていう感じですね。たださ、私三塚君から最後にさ、悔しそうななんか100メートル、よかったよ。よかったですか。泥臭い三塚君出てて、三塚君もこんな感じになるんだ。なんかいつもやっぱ爽やかな楽しそうな姿しか見てないから、なんか人間味を感じた。なんか100メートルですか。もうあの100こそ悔しい100はなかったですね。だってもう抜けないの分かってるもんね。しかもちょっと前にいるっていう、こう全然届かないましても、ここの目の前であの2人をトップ席で今見てたんですか。確かに。でももうあと一歩、あとここの何メートルか前に入れればもう一回戦えるのになってずっと思いながら走って。で結構2人も多分バックで疲れてたのか、最後上がりきれてもなくて、でずっとこの差でこういってたような感じだったり、ずっと悔しさを味わいながらのがむしゃらな100メートルでした。そうだよ。私逆にさ、なんか逆にというか、なんか私がさ、こうなんかこう最後のラストスパート見てるとさ、なんか横田さんもすごい落ちるっていうか、ダメ状況が来てるのに、これやっぱいけないもんなの。いやもう動かないんですよ、体が。なんかそういうもんなの。蹴れなくて足を。そういうことなのね。もう動けないですね、あそこまで行くと。でもその中でやっぱ動かすっていうのがやっぱ中距離の醍醐味というか。粘ったもん勝ちというか、粘れたら動かせたっていう。でも玉城君やっぱ持久系も強いので、やっぱこうきつくなった時にもエネルギー生み出しやすいんですよね。有酸素は無限なので。で無酸素系のエネルギーは使い切ったらもう回せなくなっちゃうので、そこのラストの強さも玉城君の持ち味だったのかなって思います。ちなみに玉城君のベストが51秒とかでもこれベスト小数点ですけど更新してたと思います。更新して、横田さんのベストは1分45とか6。そうだよ、オリンピアンだもんね。でももうそれから10年前とかですね、オリンピックでやってたの。これだけ走そこれたから終わってこれだけ走れてるのはちょっと意味がわからない。そうだね。しかもアメリカの公認会計士しかもこんな大会中に作って朝からずっと準備とかもされてこの走り。そうだよね。どういうことですか。どういうことですか、横田さん。いや、だから私こうトゥーアップスを知って、横田コーチのことを知って。やっぱね、玉城君、三塚君、横田コーチが走るっていうのはすごいなんかオリンピックレベルみたいな。知ってる人は知ってる人のね試合って面白いじゃないですか。運動会とかも知ってる人が走ってるってめちゃくちゃ面白いじゃないですか。またこう泥臭い。やめてください。もう恥ずかしい。恥ずかしい。こんな僕あんな見せたことないですけど、正直今から動画今日アップするんですけど、今日もう正直見せたくなくて。なんか今までも気持ちよく笑いながら走ってる姿しか見せてないんですよ。で走ってる時に笑ってない姿見せるの今日初めてになるんですけど、なんでどういうみんなの反響があるのかなとか、なんかもう悔しい、こんな姿見せたくない。だから私もさ動画撮らせてもらったりしてて、これいいのかなとか、なんかいろいろさこうアップするの嫌かなとかさ。嫌です。めちゃくちゃ嫌です。嫌だよね。でもそれも含めてやっぱリアルな姿を届けたいっていうのはあるので、もう今回ちょっと迷ったんですけど、もうこの姿を見せながらちょっともう一回やってほしいね。もう一回走りたい。で三塚君がこうトップで笑顔で走り抜けてる姿を見せたいなと思って、でも悔しさがすごい強くて、やっぱ玉城君とか横田さんこう目の前で見てて、うわ本気で楽しみたいなと思いました。かつあの中でみんなどうやって頑張るじゃないですか、最後これあって競うんだけど、僕は笑顔でやっぱ走り切りたいのがあるので、もう正直あの時きつくないんですよ、走ってる時なんで。動かない、体動くか動かないからで。なんでなんかそんなみんなからして苦しいことやってんなって見えるかもしれないんですけど、
まあそれはあんなみんな苦しそうに走ったらうんそうじゃないですか、なのでその苦しいことやってるけど笑顔でやっぱ僕走り切りたいっていうのを今ちょっと目標にもああいいねしてるので、そのためにやっぱり速さも必要なので、そうだよねやっぱり自分自身もそうちょっと競技を追求するっていうのをちょっと今この半年正直練習ジョギング1回しただけなんですよ、自分の練習、あとはもう撮影とかうん企画とかしかやってなかったので、うんちょっとこの冬とかちょっと練習をちょっとしてみようかなと思います。自分の練習をニューミツカではいまたそれも含めてやっぱ走る楽しさうん極めるのもやっぱ大切、うんて一番の楽しさじゃないですか、もともとそうなんだよね自分の自己ベストが出るって一番嬉しいことじゃないですか、嬉しいうんなんか僕自身がそこを捨てすぎてたというか、あそっかやっぱ伝えようっていう意識が強くて、うんやっぱ自分が本気で楽しむことをちょっと忘れうんてたのかなとちょっと実感するような大会でしうんだったので、ちょっとこれを機に一歩踏み出して、 800m1分50数秒の間にはいいろいろもうすごい、学んだもう人生が変わるきっかけにうんなったと言えるようにこれから頑張っていきたいですね。ありがとうございましたということで大会翌日にね選手にはい来ていただきました選手ですか？選手選手ですか？もうじゃあもう選手だったら昨日だけですね。昨日だけですね。選手だーっていう思ったので、はいまあこれからね、はい私のコーチングもなんですけども、あ、はい。一緒にね自分もはい、はいしっかり練習ちょっとずつしながら、はい。まあでも楽しむことは絶対忘れうんまたそうだねやっぱこう楽しむのが一番僕はまああくまでまあ一応まあ昨日は選手だったんですけど、うんまあ普段はやっぱ一般ランナーということで、うんうんうん楽しむことが第一前提の上で、うんその中でやっぱ自分も強くなるうんうんのは、もうそこは全大前提崩さずにうん楽しんでいきたいと思います。はーいはいそれでは皆さんまたねまたねーバイバイ楽しむのが一番そうです。